奴隷解放の英雄として知られるリンカーンですが、その人生は成功より孤独の時間の方が長かったのかもしれません。なぜ彼は最後まで苦しみ続けながら戦ったのか。それでは前半を聞いていきます。エイブラハム・リンカーンはアメリカ史を代表する大統領として知られている。だが若い頃の彼は貧しさの中で静かに生きていた。裕福な家庭に生まれたわけではなく、丸太小屋で育ったとも言われる。父は開拓民として働き、生活には常に苦労があった。幼いリンカーンは学校へ長く通える環境でもなかった。そのため彼はほとんど独学で知識を身につけていった。本を読む時間だけが自分を広げてくれる感覚だった。夜になると暖炉の明かりを頼りに静かに本を読んでいた。周囲から見ればどこにでもいる貧しい少年だった。だが彼の中には強い向上心があったともされる。リンカーンは特に言葉の力へ強く惹かれていった。法律や政治、演説の言葉に深く興味を持っていた。彼は文字を通して世界を変えられると感じていた。一方で若い頃から孤独な性格でもあった。人前では明るく振る舞いながら突然黙り込むことも多かった。後に側近たちは彼の深い憂鬱について語っている。今で言ううつ状態に近かったとも言われている。店員や郵便局員、測量士などさまざまな仕事を転々としながら生きる道を探していた。生活は決して楽ではなかった。借金を抱えることもあったという。それでも彼は本を読み続けていた。知識だけは自分を裏切らないと感じていた。やがて法律を学び、弁護士として活動を始めていく。法廷では相手を怒鳴るような人物ではなかった。むしろ相手の話を静かに聞き続ける男だった。その誠実さから少しずつ人望を集めていった。一方で政治の世界へも関心を強めていく。地方議会へ挑戦するようになるが、最初から順調だったわけではなかった。選挙に敗れることもあり、何度も挫折を経験していたという。それでもリンカーンは政治の道を諦めなかった。演説では感情だけで人を煽ることは少なかった。むしろ静かな言葉で人々へ訴えかけていた。その語り方に少しずつ人が集まり始めていく。やがてリンカーンは州の中でも知られる存在になっていった。弁護士としてだけではなく、演説でも注目され始めていた。奴隷制度をめぐる対立はさらに激しくなっていた。北部と南部は互いへの不信感を強めていく。リンカーンはその空気に強い危機感を抱いていたという。そして討論会の場へ立つようになっていく。特に有名なのがダグラスとの公開討論だった。リンカーンは演説の中で静かだが強い言葉を放っていく。分裂した家は立ち続けることができない。この言葉は後にアメリカ中へ広がっていった。一方で奴隷制度を守りたい人々からは激しく憎まれていた。さらに奴隷解放を急ぐ人々からも行動が遅いと批判されていた。リンカーンはその両方から攻撃され続けていた。それでも彼は国を分裂させないことを最優先に考えていた。やがて1860年、リンカーンは大統領へ選ばれる。しかし歓喜に包まれるような状況ではなかった。南部では反発が広がり、州の離脱が始まっていく。アメリカは内戦寸前の空気に包まれていた。リンカーンは大統領になった直後から極限の決断を迫られていく。国を守るために戦うのか、
それとも奴隷制度そのものを変えるのか。その答えを探しながら前へ進むしかなかった。やがて南北戦争が始まり、国は完全に割れていく。多くの若者たちが戦場へ送られていった。激戦地ゲティスバーグでも凄まじい犠牲が出ていた。街には数えきれないほどの墓標が並んでいた。リンカーンはその光景に深い衝撃を受けていた。そして戦死者を弔う式典で静かに演説を始めた。人民による人民のための政治。その短い言葉は後にアメリカを象徴する演説として残っていく。だがその裏では毎日のように戦死者の報告が届いていた。リンカーンはその報告を一つずつ読んでいた。兵士たちの家族から届く手紙にも深く心を痛めていた。彼は冷酷な指導者ではなく感情を抱え込む人物だった。だからこそその苦しみは大きかったのかもしれない。一方で戦争は長引き、批判も強まっていった。無能だと言われることもあれば、独裁者と呼ばれることもあった。新聞には激しい中傷が並ぶ日もあったという。それでもリンカーンは簡単には感情を表に出さなかった。ただ夜になると一人で深く沈み込むことも多かったとされる。彼の顔が年々やつれていったことは写真にも残されている。戦争が長引く中でリンカーンはさらに大きな決断へ向かっていく。奴隷解放宣言だった。それは国をさらに分裂させる危険もある決断だった。それでも彼は前へ進むしかなかった。国を守ることと人を解放すること、その両方を背負いながら戦い続けていたという。リンカーンは英雄というより壊れそうになりながら国を支え続けた人物。なぜ彼はそこまで苦しみながら戦い続けたのでしょうか。この後人生はさらに大きく揺れていきます。戦争の終わりが見え始める中でリンカーンは少しずつ表情を和らげていた。長く続いた戦いがようやく終わるかもしれない。そんな空気が国全体にも広がり始めていた。北軍優勢の知らせに人々は安堵し始めていた。だがリンカーン自身はまだ気を緩めてはいなかった。戦争が終わっても国の分裂と憎しみは簡単には消えないと感じていたからだった。それでも彼は復讐ではなく再建を語っていた。南部を徹底的に潰すのではなく再び一つの国へ戻そうとしていたという。誰に対しても悪意を持たず、その言葉には彼らしい静かな願いがにじんでいた。しかしその考えを許せない人々もいた。奴隷解放を憎む者、南部の敗北を受け入れられない者。リンカーンへの怒りは今も国の中に残っていた。側近たちは彼の疲労を心配していたという。顔つきは以前よりも痩せ、深い疲れが表情にもにじんでいたとされる。それでもリンカーンは人前では気丈に振る舞っていた。冗談を言い、周囲を和ませることもあったという。だが一人になると静かに沈み込む時間も多かったとも言われている。若い頃から抱えていた憂鬱は大統領となった後さらに重くなっていったのかもしれない。それでも彼は前へ進み続けていた。戦争が終わった後のアメリカを少しでも穏やかな国へ戻そうとしていた。一方で南部側にはリンカーンへの怒りが残り続けていた。奴隷解放を裏切りだと考える者もいたという。その憎しみは戦争が終わっても消えてはいなかった。そしてその怒りはやがて一人の男を動かしていく。ジョン・ウィルクス・ブース。
人気俳優として知られていた男だった。だが彼は熱烈な南部支持者でもあった。ブースはリンカーンを強く憎んでいた。南部を壊した存在だと考えていた。戦争が終わりへ向かう中で、その怒りはさらに強くなっていった。1865年4月14日、リンカーンは劇場で芝居を観覧する予定だった。長い戦争が終わり、人々にも安堵が広がっていた頃だった。劇場の中にもどこか穏やかな空気が流れていたという。リンカーン自身もその夜は比較的穏やかな表情だったとされる。妻のメアリーと共に観劇を楽しんでいた。だがその同じ劇場の中にブースも姿を見せていた。俳優だった彼は劇場内部の構造も理解していたという。そして静かにリンカーンのいる席へ近づいていく。誰もその瞬間を予想してはいなかった。会場には笑い声も響いていた。まさか次の瞬間、アメリカ史を変える銃声が響くとは誰も思っていなかった。そして劇場の中で突然銃声が響く。リンカーンは頭を撃たれ、そのまま崩れ落ちた。会場は一瞬で混乱に包まれていく。誰もが何が起きたのか理解できなかった。瀕死のリンカーンは向かいの建物へ運ばれていった。側近たちはただ祈ることしかできなかった。そして翌朝、リンカーンは息を引き取る。56歳だった。戦争が終わったわずか数日後のことだったという。人々は深い衝撃を受け、街には静かな悲しみが広がっていった。ようやく平和が訪れようとしていたその直後だった。国を救った男、そう呼ばれながらも彼の人生から孤独が消えることはなかった。丸太小屋で育った少年はやがて国の運命を背負う存在になっていった。だが最後まで心から安らぐことはできなかったのかもしれない。戦争が終わろうとしていたその瞬間まで彼は苦しみながら立ち続けていた。静かな夜に本を読み続けていた少年時代、深い憂鬱を抱えながらそれでも前へ進み続けた日々。その短い人生は最後まで戦いの連続だったのかもしれない。だからこそ今もその姿は語り継がれている。リンカーンは強い英雄だったというより、壊れそうになりながら立ち続けた人物だった。だからこそその言葉や人生は今も語り継がれているのでしょう。また次回の主役でお会いしましょう。